ようこそだぜ。今日は壮大な話をしよう。壮大って、また大げさなこと言うのね。いやいや、今回のテーマは日本列島の言語の歴史、だ。言語の歴史？古文の授業みたいで眠そう。そんなことないぜ。実はミステリーだらけなんだ。ミステリー？日本語はずっと日本にあった、わけじゃないの？弥生さん、良い質問だ。実は今の日本語の祖先は、縄文時代にはまだ日本列島になかったんだぜ。じゃあ縄文人は何を話してたのよ？それが今回の前編の大きなテーマの一つだ。縄文時代から弥生時代の激動の言語史を解説するぜ。なんか面白そうね。詳しく教えてちょうだい。おうよ。まずはチャプター紹介だ。今回は大きく4つのパートに分けて話すぜ。1、縄文語の謎とアイヌ語。2、日本語の祖先は大陸に。3、半島からの渡来。4、弥生時代の言語革命。弥生時代が革命なのね。気になるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは縄文語の話からだ。縄文人の言葉よね。全然想像つかないわ。文字がないからな。だが、有力な仮説がある。アイヌ語こそが、縄文語の末裔という説だ。アイヌ語って、北海道の？そうだ。ボビンという言語学者の研究によると、アイヌ語の祖先は南方、起源らしいんだ。南方？北のイメージがあるけど、今は北にいるが、もともとは南から来た人々の言語だった可能性が高い。これが縄文語の正体だ。つまり、縄文人はアイヌ語の祖先の言葉を話していたってこと？その通りだ。最近の DNA 研究でも、縄文人は東南アジアから海岸沿いに来た集団が、起源だとわかっている。言語の説と DNA の説が一致してるのね。そうなんだ。特に2500年前の縄文人の遺伝子は、現代のアイヌ民族に一番近い。なるほどね。じゃあ日本列島は、昔はアイヌ語だらけだったの？おそらくそうだ。特に東日本では、縄文時代から弥生、その後もずっと、アイヌ語系の集団が連続して住んでいたんだ。東日本はずっと縄文系だったのね。万葉集の東歌にもアイヌ語っぽい言葉が、残っているくらいだぜ。かなり根深いんだ。知らなかったわ。でも、西日本はどうなの？そこが運命の分かれ道だ。西日本には新しい言語がやってくるんだ。さて、ここからは日本語のルーツの話だ。いよいよ日本語が登場ね。どこから来たの？ズバリ、中国大陸だ。朝鮮半島じゃなくて中国なの？最終的には半島を経由するんだが、起源地は、もっと奥にあるという仮説が有力なんだ。具体的にはどこなの？諸説あるが、西洋が流域とか、両東半島、山東半島あたりと言われている。結構北の方ね。そこで何をしていたの？そこでキビや泡の栽培をしていた集団が、日本語と琉球語の共通の祖先なんだ。へえ、農耕民族だったのね。そう、この集団の言語を千日流祖語と呼ぶぜ。千日流祖語。かっこいい名前だわ。この集団が、ある時期に朝鮮半島へ移動した。縄文時代の終わり頃かしら？そうだ。縄文晩期だ。彼らは無門土器という、新しい土器を持っていた。これが目印だぜ。土器と一緒に言葉も移動したのね。そうして朝鮮半島で半島日流語になった。半島日流語？半島でも日本語が話されていたってこと？その可能性が高いんだ。今の韓国語とは違う、日本語の兄弟みたいな言葉が存在していた。今はもうないのよね。不思議な感じだわ。歴史の彼方に消えたんだ。だが、その一部が、ついに海を渡る決意をする。時は紀元前、弥生時代の始まりだ。いよいよ日本列島に上陸ね。北部九州に、水田稲作技術を持った、新しい集団が渡来した。彼らが日流語集団だ。お米と一緒に日本語が来たのね。そう。稲作は人口を爆発的に増やすからな。縄文人はどうなったの？追い出されたの？混血が進んだんだ。でも言語に関しては、圧倒的な人口差で日流語が多数派になった。数の暴力ね。九州から始まったの？ああ。北部九州からすごい勢いで東へ進んだ。どこまで進んだの？弥生時代の終わりまでに、九州本島、四国、中国、近畿、東海地方あたりまで日流語集団が定着した。西日本はほぼ塗り替わったわけね。ここで重要なポイントがあるんだぜ、弥生さん。何？もったいぶらないでよ。日流祖語がどこで成立したか、だ。九州じゃないの？最初に上陸したし。それが違うんだな。有力な仮説では、近畿、中国、四国地方あたりと言われている。九州を通り過ぎて？移動しながら変化して、そのあたりで今の、日本語と琉球語の共通の親が完成したんだ。不思議ね。九州に残った言葉は？
九州の言葉も、実はこの、中央、で、できた言葉に上書きされた可能性がある。戻ってきたってこと？複雑すぎるわ。とにかく、重要なのは、成立しなかった場所、だ。日流祖語は、東日本、では、成立していない。それはさっきの、アイヌ語系がいたから？正解だ。東日本はまだ縄文系の、言語集団が多数派の環境だったからな。あと、成立しなかった場所はあるの？西南部九州、と琉球列島、だ。琉球列島も？琉球語の祖先なのに？そう。この時点ではまだ、琉球列島に日流語は、到達していないんだ。じゃあ当時の沖縄の人は何を話してたの？近年では南方のオーストロネシア系の言語を話す仮説が否定されつつあり、おそらくは、縄文系の言葉を話していただろうな。まだ別世界だったんだ。なんだか頭がこんがらがってきたわ。整理しようか。弥生時代が終わる頃、西日本は日流語の世界になった。でも東日本は、まだアイヌ語系の世界が続いていた。これが俗縄文時代だ。日本列島が真っ二つに分かれていたのね。そういうことだ。言語の二重構造だな。東日本の人たちはお米を作らなかったの？伝わってはいたが、狩猟採集の文化を強く残していた集団もいた。だから言葉も残ったのかもしれない。頑固ねー。でも、いつか混ざるのよね？ああ。次の古墳時代、そしてなら平安時代に、大きな動きがある。琉球語がいつ沖縄に行くのかも、気になるわね。それは後編でじっくり解説するぜ。前編はここまでだ。縄文から弥生への言語の激変、分かってくれたか？日本語が渡来人の言葉だったなんて、驚きだったわ。我々の言葉のルーツは大陸の旅人だったんだ。さあ、いよいよ後編だぜ。日本列島の言語の歴史。待ってたわよ。さっきの続きよね。ああ。前回は弥生時代まで。西は日本語、東はアイヌ語、という真っ二つの状況で終わったんだったな。そうそう。日本語が大陸から来て、西日本を制圧したけど、東日本はまだ縄文系、だったのよね。今回は古墳時代以降。ついに日本語が東へ、そして南へ海を渡り、北では新たな言語が誕生する激動の時代だ。新たな言語？まさかアイヌ語のこと？その通り。実は現代につながるアイヌ語の成立には、意外なドラマがあるんだ。最後までゆっくり、していってね。まずはチャプター1、古墳時代の拡大と、東語の世界、だ。弥生時代に西日本に定着した日流語集団は、古墳時代に入るとさらに東へ勢力を伸ばす。お米パワーで人口が増えたからかしら。それもあるな。関東地方や東北南部まで、日流語を話す集団が多数派として定着する。ついに東京あたりも日本語になったのね。そうだ。でもこの時の日本語は一枚岩じゃない。大きく3つのグループに分岐し始めていたんだ。3つ？どんな分け方？中央語、南日本語派、そして拡大東日本語派、だぜ。何その必殺技みたいな拡大東って、かっこいいだろ？これは中部地方東部から、関東、東北南部に広がったグループだ。いわゆる東国方言のご先祖様ってこと？その通り。万葉集に出てくる東歌、なんかがこれに当たる。中央の言葉とは、かなり違っていたらしい。方言レベルを超えて通じなかったかもね。一方、もともと東日本にいたアイヌ語系統の集団はどうなったと思う？北へ逃げた？本州では東北地方北部へ縮小していったんだ。だが、完全に消えたわけじゃないぜ。どういうこと？東語の中には、アイヌ語由来の言葉が、吸収されて残った可能性があるんだ。言葉の根血が起きていたのね。次はチャプター2、謎の空白期間。琉球語の故郷は九州、だ。待ってました。沖縄の言葉の話ね。弥生さん、琉球語の祖先はいつ沖縄に渡ったと思う？弥生時代に九州まで来たんだから、そのまま勢いで渡ったんじゃないの？ブブー。不正解だ。そこが最大のミステリー、なんだぜ。違うの？実は、先琉球祖語は、3世紀から6世紀頃に、九州の南部で成立したと考えられている。九州の南部？鹿児島あたりってこと？そう。そこで生まれた日流語の一派だ。でも、すぐに海を渡らなかったんだ。じゃあどこにいたの？そのまま九州南部に泊まっていたんだぜ。どれくらい？ 100 年くらい？いや、なんと数百年だ。9世紀から11世紀頃まで、九州にいた説が濃厚だ。平安時代まで九州に、いたってこと？そうなんだよ。この九州にいた期間に、独自の進化を遂げて先琉球祖語になった。熟成期間があったのね。そして10世紀から12世紀頃、ついに、琉球列島へ大移動を開始するんだ。いわゆる、グスク時代の始まりね。
正解だ。農耕技術を持った彼らが、島々に渡り、先住の人々と入れ替わった。じゃあ、今の沖縄の言葉の直接のルーツは、平安時代の九州弁みたいなものなの？乱暴に言えばそうなる。だから古文の単語が、沖縄に残ってたりするんだぜ。さて、舞台を北へ移そう。チャプター3。北の出会いオホーツク文化とアイヌ語の誕生。前編では、アイヌ語は縄文語の末裔って言ってたわよね？ああ。本州のアイヌ語系集団は東北へ縮小したが、北海道では独自の動きがあったんだ。北海道にはずっとアイヌ語の人がいたの？俗縄文時代の後半、道南や道央には、確かにアイヌ語系統の集団が住んでいた。だが、北から異文化がやってくるんだ。異文化？ロシアから？サハリンからだ。オホーツク文化の人々が南下してきた。オホーツク文化？流氷に乗ってきたの？怪獣狩猟の民だからな。彼らは二部符語、系統の言葉を話していた可能性が高いんだ。二部符語？聞き慣れない言葉ね。今もアムール川やサハリンに少数残る、孤立した言語だぜ。これが道北へ入ってきた。じゃあ北海道は南がアイヌ語系、北が二部符語系になったのね。そう。なら、平安時代並行期の北海道は、薩門文化アイヌ系とオホーツク文化が併存していたんだ。仲良くしてたのかしら？ここからが重要だ。後に、薩門文化の集団が、北へ勢力を広げていく。道南、道央から、道北、道東へ拡散だ。アイヌ語系の集団が北へ攻め込んだの？融合、と言った方がいいかもな。この時、北へ進出したアイヌ語系統の集団が、二部符語系のオホーツク集団と接触、混結した。言葉も混ざったの？大正解、ここで二部符語の語彙を、いくつか取り込んだんだ。そして誕生したのが、現代に繋がるアイヌ祖語、なんだぜ。じゃあ今のアイヌ語は、この時に完成したの？そういう仮説だ。場所はズバリ、北海道の北部、だ。ここが誕生の地だ。南から来た言葉が、北でリニューアルされて、生まれ変わったのね。その生まれ変わった新しいアイヌ語集団が、今度は逆にサハリンや千島列島へ拡散した。北へと広がっていったのね。鎌倉時代以降、アイヌ文化期には、千島列島北部まで到達する集団も現れた。壮大な旅路だわ。東北のアイヌ語は？鎌倉時代以降、東北地方の日流語化が、ほとんど完了し、アイヌ語集団は激減してしまったんだ。最後はチャプター4、中世の激変、中央語の、勝利と八丈島の奇跡、だぜ。また大げさなタイトルね。中央語の勝利？なら、平安時代には、日本列島の方言は、バラエティ豊かだった。九州の南国語、近畿の中央語、関東の東語、三つともへの戦いね。だが、鎌倉時代以降、ある一つが圧勝するんだ。まあ、今の標準語も東京だし。東語？残念、中央語の大勝利だ。近畿の言葉が？そう。都の言葉である中央語系統が、九州、四国、そして本州ほぼ全域に拡大した。じゃあ、九州の南国語や関東の東語は？中央語に上書きされて、ほぼ消滅したんだ。全滅しちゃったの？ほぼ、な。ここで奇跡の生き残りが、登場する。それが、八丈島、だ。八丈島？東京の南の島よね。あそこだけ、古代の東語系統、が、生き残ったんだ。まさにタイムカプセルね。他はみんな関西弁ベース、になっちゃったの？語弊はあるが、今の日本の方言の多くは、中世の中央語から分かれた兄弟なんだ。知らなかったわ。古代の言葉は島にしか、残らなかったのね。南の琉球諸語と、東の八丈語。この二つだけが、中央語に染まらなかった。貴重な生き証人なんだぜ。いやー、壮大な歴史だったわね。まとめるぜ。日本語は大陸から来て、九州で琉球語を分け、東へ進んで東語を生み、最後は中央語が天下統一した。アイヌ語は南から来て、北で二部符語と出会って、生まれ変わり、北の海へ広がった。完璧なまとめだ、弥生さん。日本列島の言語は、移動と接触の繰り返しだったんだな。私たちが話してる言葉も旅をしてきたのね。そう思うと、一言一言が愛おしく、感じるだろ？まあ、古墳さんの解説も少しは役に立ったわ。素直じゃないな。というわけで、前後編、お付き合いありがとうございました。面白かったら高評価お願いね。それでは皆さん、さようなら。またねー。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。